ドレールある。すげえ。結構広そうだぞ。トンネル抜けた先の右側ぐらいなんだよね。こんにちは、How to Walk Japan です。今日は久しぶりに心躍るような温泉を見つけたので、早速東北道を北上しています。こんな本があるんですね。お湯の量が半端ない温泉のバイブルです。しかも全国1位が東北にありました。これは行くしかありませんね。碇ヶ関は青森県南津軽郡の山あいに広がる地域、さまざまな温泉が噴出している場所です。碇ヶ関温泉郷には湯の沢、碇ヶ関、竹の子などの温泉があるようです。今回目指すのは古東部温泉、山奥の一軒宿です。左方向です。途中の公園に案内図がありました。碇ヶ関温泉郷って書いてあるね。あ、でもあそこ古東部温泉は端っこにありますね。古東部温泉は1984年に前代表が別荘を改装して始めた温泉宿。すでに80歳近い前代表は体の不調から閉業しようと考えていましたが、熱烈なファンからの要望もあり、後継者に引き継ぐことに2023年から素泊まりでの対応を再開したそうです。ね。ここから細い一本道に入っていきます。あれは高速道路だよね、きっとね。斜め左方向です。あ、看板が出てる。うわー、細そう。 1細そ km 道なりです。細い。うわうわ、マジか。あ、でもガードレールある。キャラバンのワイド車ではちょっと辛いです。あ、でもああいうとこもあるから。路肩があり、ところどころすれ違いは可能です。出没あと注意。何分って出てる？3分。いや、でもな。狭地味に左側溝あるよ。うわ、なんだこの木は。うわ、木ですりそう。ねまたこの車音がすごいからな。いやー、これはすれ違えないな、本当に。ああ、すごい穴ぼこ。いや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 。うわ、すごいな。なんかすごいな。ここね、冬もやってんだよ、確か。あ、見えてきた。ほら。宇和湯温泉ほど長くないので冬でも来やすそうですが、除雪が大変そうですね。こういうちょっと険しい道の向こうに日本一のドバドバ温泉があるなんて素敵です。あ、車止まってんね。宿泊もやってんだよね。だってるけど。目的地に到着しました。お疲れ様でした。止めるとこあるかな。ね。写真で見た通り素朴な作りでいい感じです。あ、すごい温泉出てる。どう？よいしょ。ワンちゃん。あ、ワンちゃんだ。到着。これ品川なんだ。結構有名らしいよ。あ、そう。番犬注意って書いてある。番犬注意。寄ってこうかと思ったけど、注意って書いてあったら寄ってけない。そうだな。ヤッホでもなんか可愛いじゃん、ほら。ね。ね。ー、ヤッホー。空って言うんだ。あ、本当だ。そらくん。そらくん。一別もしてくれません。見てくれない。これ雪下ろしも大変なんだろうな、きっとな。ヤッホー。はあ、営業時間、宿泊は予約制です。あ、歓迎日帰り入浴、9時から8時半まで。大丈夫だな。おっと、染み出して黄色くなってるわけじゃないのかな。あの向こう側だってすごい湯気出てんじゃん。ね。もうちょいこっちか。どんどんこっち。あんまり行くと木で見えないな。そうだな。いやでもここまでの道怖かったな。
温泉愛好家からはトドネ発祥の秘湯として知られる古東部温泉。不安だらけで始まった再建も常連客に支えられ維持できているようです。しかし評判だった食事の提供などはまだ実現しておらず、今後老朽化した建物や設備の改修を行い徐々にやっていくのだとか。多くの人々に愛されるこういう場所にはぜひ頑張ってほしいですね。ドバドバだな本当に。温泉は本当にドバドバです。湯船の中にいるのにまるで川の中にいるような気分になります。湯船の中にいると川の中にいるみたいですよね。流れてるとこにやっぱ横になってトド寝するのがそうだよな。やっぱ止まってゆっくりしたらいいでしょうね、人で。泊まりは一番いいですよ。うち本当に夜中出しっぱなしなんで。冬もやってらっしゃるんですか？冬もやってらっしゃる。冬もやってます。私は雪大変でしたけど。そうですよね。今来ただけでも結構まだ結構な道でああいうのもそうだけど、地元のおじさんが一緒だったんだけどさ、喋ってること一切何も分からなかったやっぱりいや、なんとなく俺はそれでも会話できるんだけどいやーよかった。ここちょっと泊まりたいわ。飯やってないよね、まだ。まだまだ。でも改装してって言ってたけどさ、どこを改装してんのかな。あ、そうかそうか。そうだ、どっか行っちゃったぞ。お散歩ね。逃げたわけじゃないんだ。そりゃそう、綺麗になって。ああ、気持ちいい。これ風が気持ちいいね。寝たい。この辺りは鉱山が多く、温泉は鉱山開発の副産物。他にも多くのお湯が湧き出ています。次はさらなる秘湯を目指します。ここから何分ぐらい29分。名残惜しい。今度は宿泊しに来ます。あ、涼しい。クラウドファウンディングも1回目は終了してしまったようです。もう1回やらないですかね。線のポストがあった。ポスト？そこにあそこまで行かないんだ。郵便受け取るのに 1km も山道を下るんですね。あ、そう。そこにあった。そのまま11キロ進みます。次の目的地は 15km 離れた場所、青森から秋田県に入ります。地元の方が自分で管理している温泉があるそうです。どんな温泉なんでしょう。他県から行っても入れるようですが、地元の方にどんな対応をされるのか気になりますね。ウェブで検索してもいまいち入っていいのか確認できませんでした。こういう時はとりあえず行ってみます。結構車通るよね。もっとひどい道かと思ってましたが、さすがに国道は整備されてます。そろそろ終わりそうあ、秋田県に入る。だ。よいしょ。ようこそ秋田よ。でもあれか、あそこの宿は青森？青森。いや、いい。急だよね。急だし、ぐにゃぐにゃだし。でも道が広いからいいよ。ね、だいぶ。あそこ雪解けの水がすごいね。ありがちだよね。なんだろう、見た今、マイガーデン。まあそうだろうな。お前のガーデンだろうな。そのことか。もしかしてなんか売ってると思って来るのかな。いやー、いや。そりゃお前のガーデンだよ。だいぶ近くなってきましたが、秘境という感じではなく、普通ののどかな農村地帯。いやー、細いね。
怖いね。でも向こうは広くな橋を渡って川沿いに進むともうすぐです。いいとこだな。怖い。怖い。いや、怖い。お願いだから落ちないでよ。そこはもっとやばいかも。うわあ、大丈夫だ。そしてここだ。ここだね。ここだな。左がよく見えないけど、あそこ温泉だ、ほら。あ、裸でいる。お尻が見える。いってらっしゃい。そうだね。お前は無理だね。よいしょ。いってらっしゃい。はい。じゃあ、ちゃちゃっと行ってきますちゃ。ちゃっといってね。ちゃちゃっとじゃなくても。ちょうどここ。温泉湧いてんだ。うわー、すげえ。結構広そうだぞ。こんな場所に温泉があるんですね。地元の方が入浴されているようです。やばい、人に着替えてるの見えちゃうね。ここに入ってもいいんですかと声をかけると笑顔で迎え入れてくれました。意外にもビニールハウスはとてもしっかりしていて、男女もきちんと分かれてます。ご夫婦で来てらっしゃる方もいらっしゃいました。これなら妻も入れそう。鉄分で赤く染まったお湯がコンコンと湧き出ています。とっても温まります。何より地元の方が面白かった。すいません、ちょっとこっちだけ写真撮っていいですか。裸は撮らないようにします。大丈夫です。撮ってあげてよ。いやいやいや。イケメンのところ。いや、すごいな、しかし。最高だ。ねえ。あ、フルートベと似てるんですね。そう、似てるね。うん。あっちはもうちょっと暑いけど。うん。もうちょっと暑いかね。もうちょっと暑い。そうですね。奥奥ぐらいかね。だね、奥奥ぐらいだね。奥奥は暑いんですか。暑い。せっかくだからちょっと行ってみようかと思って。いけないまだ。あ、そうですか。カーブのにまだ雪玉になってる。ああ、なるほどね。多分途中まで行ったらもういけない。あもうちょっとすればあ、聞いてよかった。戻ってくればいい。よかった。昔金鉱脈を探して掘ったことでこの辺りは温泉が多いそうです。この方たちは毎日のようにここに浸かりに来るそうで、特に腰痛に効果があるそうです。今日も奥様の腰のケアを兼ねて一緒にいらしているそうです。他にもいろんな話が聞けて本当楽しかった。その辺のうちの人なんだろうな、きっと。毎日来るって言ってたもんね。実はこの薬老温泉は3つも温泉があります。ここからさらに山奥に行くと奥薬老温泉があり、そのまた奥に奥奥薬老温泉があります。今回は積雪の影響で行くことはできませんでした。これは温泉というより宿老ですね。次回またチャレンジしてみたいと思います。もったいないので妻にも入浴を勧めました。あの方の奥様と楽しく入浴できたそうです。奥奥には若い頃は好きでよく行ったそうですが、最近はここに来るそうです。確かに奥奥は魅力的ですが、ここも十分な名湯ですよね。毎日来れるなんて羨ましい。料金は無料ですが、管理費として寸志を終えてきました。ありがとうございました。奥奥に続く道を覗いてみました。なかなか険しそう。ウェブで検索してみると、ここからさらに細く厳しくなるそうです。今日は奥奥まで行くつもりだったので時間が余ってしまいました。近くの観光地に行こうということで小坂町の明治100年通りに行ってみます。小坂町に着いたら急にお腹が空きました。ここでは名物カツラーメンがいただけます。お店の外観は立派でお高そうですが、どうしよ決まった？う。
決まってない。決まってないよね。豚骨ラーメン。ああ、待って。豚骨ラーメンタンメン。タンメン。はいはい。あ、すいません。カツラーメンとタンメンを一つ。はい。いただきまあっさりす。お先に。あ、来たよ。よいしょ。あ、はい。はい、いただきます。カツ卵になってんだね。閉じたんだね。ね、カツ丼みたいな。あー、こってり。ちょっとと思ったけど、この組み合わせは意外といけます。そしてここは麺が美味しい。はい、どうもごちそうさまでしごちそうさまたで。した。涼しい。暑い。1910年8月16日、小坂鉱山の福利厚生施設として後楽園が開館。国の重要文化財として保全される一方、現役の芝居小屋として稼働しています。普段芝居など見ることはありませんが、今回は見学に参加してみます。案内人がついて館内を案内してくれます。私たち2人しかいませんが、いいのでしょうか。桟敷入り口。この後楽館でございますけども、明治43年8月の16日がこけら落としでございまして、で今年で115年目を迎えます。決して解体移築復元ではない、現存する芝居小屋の中では古い芝居小屋でございます。歴史や成り立ちを説明した後は芝居小屋の裏を見せてくれます。この頃は10人くらい集まってました。この辺はお写真大丈夫でございますので、はい、こちらがですね、お客様の頭上が本花道でございまして、この上ですね、役者が通る道になっておりまして、あちらがステージ、舞台側になります。でたくさんですね、両脇にはポスターございますけども、この後楽館で行われました歌舞伎のですね、ポスターでございます。はい、よくご覧になっていただきますとですね、こう有名どころですね。歌舞伎に興味のない私たちでも知っている有名どころの名前がずらりと並んでいます。こういう形で毎年年に1回もしくは2回必ず歌舞伎を行っております。すごいね。奈良区。あれ思い出すよ。古畑任三郎。これ回転するやつだな。こちらが舞台、本舞台ステージのちょうど真下に当たる部分でございまして、周り舞台でございます。またね、舞台上ではリハーサル中でございますけども、直径が約10メーター、正確に言いますと 9.73 メートルございます。回し方はですね、こちらに力棒と申しまして、このような棒が4箇所ございます。この力棒にですね、こう肩をこうかけましてですね、今でも4人の人力で回してます。こうやって見学できる劇場って珍しいんですか？そうですね、なかなかないですね。しかも外物機がないと思う。やはりこんなに内部を見学できる現役の劇場は少ないようです。なんか得した気分。四国の琴平区のコンピラの金丸さんとかはついてないと思うんですけど、聞いたことない。最初2人だけでどうしようかと思って1人でも100人でも学生さん修学旅行でいらっしゃる。なるほど。リハーサルは映さないでと言われましたので、舞台は映してません。そうだ。あれがあるんだ。確かにそこで見ててさ、あそこを通るわけでしょ。例えば花道。近いよね。客席と花道の近さにびっくりしてます。役者に手が届きそうです。面白いだろうね。歌舞伎は興味なかったんですが、だんだん見てみたくなってきました。特産品などもございますので、ゆっくりとご覧くださいませ。では本日はご来館ありがとうございました。ありがとうございました。後から来たお客様。
なかなか面白かった。ちょっと地味に思えるけど、ここはおすすめの観光スポットです。歌舞伎らしくパウンドケーキがすり上がってくるお土産を購入して帰ります。そうだね。静かだな。静かだな。あ、宿泊者専用出入り口。あ、本当だ。そん中入っていけばいいのか？観光とひっそりと静まり返ってますが、乗り物休止中だって。あ、そっちからほら。あ、こうやってるよほら。よいしょっと。あ、そっか、そこで買って入る。今はオフシーズンで人もまばらです。あ、はい、ありがとう。ね、硬い切符ってこれ。この切本当だ。符は売ってるんですか？こちらのみのですね。あ、これハードの。になっておりまして、かっこいい昔みたいね。今このニューに使っております。すごい。ありがとうございます。すみません。いいのかな言って。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。なってまして、はい何かご見学いただけます。あ中に車両の展示ですとか資料の展示があります。はあとあちら側の屋根がありますので、はいご覧になってください。はい、どうも。ありがとうございます。す。これに泊まれるんで、多分。え？これに泊まれる。あ、そういうこと。泊まるって。すごいね、それ。泊まるって書いてある。へえ。それは泊まってみたいね。ほら。営業日土曜日。今日じゃん。帰りますけどね。寝台個室だと2名利用で12,000円。はあ。B だとは6,600円1人。あ、1部屋。1部屋あ。 6,600安いっちゃ安いな。わ、すごいこれ。ほら。円。うわ。うわ、すごいのいっぱいあるよ。おお。旧小坂鉄道ディーゼル機関車。これなんだろうね。ね。シーズンに運行するトロッコ列車でした。すごいね。こんな近くで見たことないもんなこれ。ねえ。すごい匂いが。すごいこの匂いね。ねえ。機械油の匂い。お、乗れるの。ねえ。あ、今日は乗れないのかああ、そう。な。ここは乗っていいんだろうきっと。あ、いいんだよ、ここ乗って。うん。あ、乗っていいんじゃん。うんあそこまで。あ、行ってよ。いや、あいつ。わあ、すごよいしょ。あ、絶対踏む。い。よいしょ。うわー。どっちが前？よいしょ。こっちが前かな。なんだこの貸し切り状態。なんならレールパーク全部貸し切りよね。